このローファイガールのカウントダウンがめっちゃ気になるんですけど、何のカウントダウンなんでしょうね。もうすぐゼロになりますけど。なんかハロウィンのマークが書いてあるんですよね。だからハロウィンになんか関係してるのか。なんかハロウィン風のコスプレになりましたけれど。あれか、ハロウィン風のライブストリームっていうことですかね。今度作業中とかに聞いてみよう。うまい。今15度くらいですけど、このくらいの気温が一番最高ですね。若干半袖だと肌寒くて長袖を着るくらいの気温が個人的にはすごく好きです。ただ外にいて少し肌寒く感じても、いざ動いたりすると少しでも暑いと汗かいてくるので、このくらいだと汗が出てこないので最高です。皆さんこんにちは。今ちょっと帰ってきて一段落したところなんですけれども、皆さんブレンダーというソフトウェアはご存知でしょうか？これ3DCG のソフトウェアなんですけれども、世界的に有名というか、かなり世界的で使われててスタンダードになっていて、かつ無料っていう 3DCG のソフトウェアなんですけれども、これの使い方を覚えたいなと思いまして、今日から始めようと思います。早速インストールして。やっぱりね、CG とかでできることってかなり多くて、簡単なモデリングとかそういうのもそうですし、もう本当に応用すれば映画とかも作れてしまうわけじゃないですか。だから今後いろいろな仕事をやっていく上で、覚えといた、その CG の触り方とか覚えといた方がいいかなと思ってて、CAD とかは自分触ってるんですけれども、それとは違うと思いますけれども、
結構操作方法としては、ね、似てると思うんですけれど、これ 3DCG 系をもう覚えとくと、結構今の時代いろんなところで使えて、メリットがかなり多いんじゃないかと思って、で、このブレンダーというソフトがかなり世界中で使われていて、かつ無料ということで、ちょっとこのソフトを使って CG を覚えようかなと思って、早速もうインストールしていきたいと思います。ブレンダーってオランダかな、オランダの会社で、これが今日本語のページですが、ここからダウンロードできるかな。これですね。MacOS、Apple Silicon です。容量は 238MB。ということで、早速ダウンロードしていきます。よし、ダウンロードできました。では早速開いてみて。もう早速来ましたね。選択ボタンってなんだろうな。マウスの選択ボタンってことですかね。じゃあ左にしときますか。で、スペースサイズ。なんかデフォルトの方がいいのかな、ここら辺は。ブレンダーダーク。なんかいろいろテーマ、ライトがいいかもな、自分、ダークより。こういうなんか、テーマとかって自分、iPhone とかでもダークとライトって選べると思いますけど、ライト派なんですよね、自分。だからライトにしますか。でもいろいろあるんだ。グレーとかもあったり。うーん。これも色によって、うわー眩しい。これあれですね。Windows 98みたいな感じの、テーマですけど、眩しい。でも、おしゃれだな。なんか、ノスタルジックでおしゃれですね。みたいなのがあったりして、ライトにしておきます。はい。ブレンダーライト。で、次。新規ファイル。新規ファイル。これは何を選ぶ画面なんでしょうか。全般とか押してみますか。いいのかな。あ、ということでもう、早速使えるようになりましたと。いや、結構覚えることが多そうですけど、なんかかなり本格的なソフトというか、確かに世界中でも本当に、いろんな業種で使われているような、かなりハイレベルなソフトなんですけれども、これが無料で使えるっていうのはすごいですね。今もう、5分ぐらいで、インストールしてきて、もうそれで使えてしまうんですよ。なので、これかなりすごいですね。あの、ダヴィンチリゾルブっていう編集ソフトとかも同じで、これもかなりもう本当にハリウッドの、映画の編集とかにも使われてるような、動画編集ソフトなんですけど、これも完全無料というか、有料版もあるんですけど、ほとんどの機能が無料で使えるんですけれども、だからこれだけなんかハイレベルなソフトが無料で使えるっていうのはすごいなと思いますね。だからこういう環境を利用し、うまく利用して、いろいろインプットしていきたいですよね。ちょっとこれを勉強していこうかなというふうに思いますね。特に直近で使う予定はないんですけど、将来のためにというか、どっかで絶対応用できることだと思うので、とりあえず基本的な操作を覚えて、なんか好きなものをモデリングして、遊んでみて、そのくらいの、ことをやって、だんだん、いろんな機能、このソフトウェアの中にある機能を使っていけば、何かしらに役立つんじゃないかなと思って、やってみようと思います。結構私がライフスタイルを参考にしている方とかも、かなりこのブレンダーというソフトを使って 3DCG のモデリングとかをしてて、やっぱやった方がいいし、何せ無料っていうのがね、でかいですよね。ちなみに今このブレンダーのソフトを立ち上げてる状態ですが、いろいろ裏で広げてはいるんですけれども、CPU の使用率、今全然触ってないので本当に6%とかですけど、どうだろうね。これ、まずどうやって動かすのかな。どうやって動かすのかさえ、わからない。で、なんか今ちょっと、こんな感じでいじって15%とかですかね。全然操作方法がわからないですけど。でもメモリに関してはやっぱりそこそこ使ってますね。今70%とか使ってますけど、
やっぱり、この MacBook ね、メモリが8ギガなんで、やっぱ動画編集とかしててもそうなんですけど、8ギガのメモリだとやっぱり70%、80%ぐらいになって結構メモリ使ってるなっていう感じはするんですよね。そんなに致命傷ではないんですけど、やっぱり、このグラフィック系の処理をするとか、一度にいろんなアプリケーションを立ち上げるっていう方は、メモリ、16とかにするとか、あと MacBook Pro を選ぶとかしていただいた方がいいのかなと思いますね。メモリ8ギガって、あくまでも、ベーシックというか、エントリーモデルなので、結構メモリが、厳しい感じはしますね。YouTube の動画を参考にしながら、基本的な操作を覚えて、ある程度、自分一人で操作できるようなところまで持っていきたいんですけれども、この人の分かりやすそうですね。3D ビビでいいんですかねっていう、YouTuber の方ですけれども、この方の、パッと見かなり分かりやすそうだし、112万回も再生されてるんですよね。なのでちょっとこの方の動画を参考にしながら、ブレンダーの基本的な操作というか、この椅子とテーブルが作れるようになるみたいです。この動画をすべて見ると。見ながら、一緒に操作をしていくっていう感じだと思うんですけれども、それをやると、この椅子とテーブルが作れるようになるということで、ちょっとこの動画見ながらやってみようかなと思いますね。はい、ということで、あの方の動画を見ながらやって、基本的な操作だけ覚えました。まだテーブルと椅子を作れるところまでは行ってないですけど、もう時間が遅いので今日はここら辺までにしとこうと思うんですけれども、まずブレンダーを開くとこのような画面になってですね、で画面の中心に、立方体があると思うんですけれども、これがオブジェクトですね。でこのオブジェクトの形とかをいろいろ変えてって 3D のモデリングをしていくわけなんですけれども、このオブジェクトを、まずは移動させる方法なんですが、今このその前にあれですね、視点の切り替えとかなんですけれども、マウスホイールをこうやってグリグリすると拡大縮小、そしてシフトを押しながらマウスのこんな感じで視点変更できたりとか、あとですね、私はマウスはこのカーソルの移動とクリックにしてから使わないんですよ。これこのブレンダーを操作するときではなくて、このMac の PC をいじるとき、全般においてなんですけれども、マウスに関してはクリックとこのカーソルの操作だけで、あと他の、なんて言うんでしょうね、スクロールとか、なんかジェスチャー的なことは、マジックトラックパッド。Apple のマジックトラックパッドを別にこれ左手デバイスとしてキーボードの左側に置いてるんですよ。これで操作するんですけれども、マジックトラックパッドの方が直感的に操作できます。Windows の PC の場合とかちょっとわからないんですが、MacBook とかだとMacBook の、下のところに今トラックパッドついてると思いますし、自分は外付けのやつを今使って操作してますが、こちらの方が本当にiPhone とか iPad みたいにピンチイン、ピンチアウトでこんな感じで拡大縮小ができるんですよ。これあれですね、普通にiPhone で写真とかプレビューしてるときに、拡大したときピンチインするじゃないですか。その要領で、ブレンダー操作できちゃうんですよ。だから、操作感としてはほぼスマホです。で、今拡大縮小しましたが、この視点の横移動とかそういうのは、シフトを押しながら、2本指で2本指でグリグリやると、視点の移動ができます。トラックパッドでスクロールとかするときって2本指でやると思うんですよ。2本指スクロールですね。で、シフトを押しながら2本指で横に動かしたりとか、縦に動かしたりすると、視点の移動ができて、で、ピンチイン、ピンチアウトで、拡大、縮小っていうのができます。で、回転ですね、今。回転ですが、これは、なんて言うんでしょうね。回転をさせる動作があるじゃないですか。ちょっと、指を、2本の指をトラックパッドの上に置いて回転させるんですよ。指を物理的に。よくiPhone とかでマップとかあるじゃないですか。マップを見るときに、回転させたりするときとか、2本の指で回転させてグリグリしますよね。その要領で
できるというか、だから本当に操作感が iPhone なんですよね。マジックトラックパッド。MacBook 単体で使われてる方はもちろんなんですけれども、ぜひ、なんか、MacBook をデスクトップ環境で使ってるとかっていう人は絶対にトラックパッド使ってほしいです。本当にスマホとかと同じ感覚で触れるので、これはいいですね。で、今の3つの、方法で大体の視点に移動することができると思いますね。はい。で、そしたら、このオブジェクトの、編集方法なんですけれども、これオブジェクト今こんな感じでありますが、このオブジェクトを、今このオブジェクトが選択されてない状態なんですが、選択するには、このオブジェクトを左クリック。そうすると、今、オレンジの枠ができたと思います。このオブジェクトに、このオレンジの枠がついたオブジェクトが現在選択されているオブジェクトになります。で、この、選択された状態で、まずは移動する方法をご説明します。移動するときはキーボードの G を押します。グラブの略ですね。G キーを押しながら、カーソルを動かすと移動することができます。キーは離しても大丈夫です。G キー1回押せば、この移動モードになりまして、で、位置が決まったら、左クリック。左クリックで移動した位置を確定ってなります。で、取り消しするときは、Mac の場合はコマンド。Windows の場合は、なんなんでしょうね、コマンドキー。Mac の場合はコマンドキーで、Windows の、Windows を全然触ってないでわかんないですが、大体Mac の場合はコントロール Z でこうやって戻りますけれども、これはブレンダーのソフトウェアに限らず、どこでも使えるショートカットだと思うので、皆さんお分かりいただいていると思うんですけれども、Mac の場合、コントロール Z で、処理を取り消すことができます。で、今、移動の方法を紹介したので、次は大きさを変える方法ですね。で、大きさを変えるときは、このオブジェクトが選択された状態で、キーボードの S キーを押します。これスケールの略らしいですね。で、この状態でこんな感じで大きさがこうやって変えられます。で、今このただ選択された状態で、G キーを押すとこんな感じで自由に移動できていると思うんですけれども、この、例えば X 軸の方向にだけ移動したい。Y 軸や Z 軸の位置は変えず、X 軸の方向にだけ動かしたいという場合は、この今 G キーを押した後に X を押します。そうすると、X 軸の方向にだけ動くようになってますので、ちょっと位置が悪いかもしれませんが、今この赤い軸が X 軸、緑の軸が Y 軸になっております。で、今こうやって X 軸の方向だけに動くので、これいくら動かしたとしても Y 軸、Z 軸は変わらないというような感じになっております。で、同じように、G を押してから、Y を押すと Y 軸の方向にだけ動く。で、G を押した後に Z を押すと Z 軸の方向だけに動くというような風になっております。で、これが移動の、ツールです。で、次は、このオブジェクトの大きさを変える方法。大きさを変えるには、この選択された状態で、キーボードの S キーを押します。これ、スケールの略らしいです。で、S キーを押すと、こんな感じで自由に大きさを変えられるようになりますね。ちょっとね、見にくいと思うんですけれども、このオブジェクトの中心にオレンジの点が出てきていると思うんですよ。このオレンジの点からカーソルを離すほどでかくなっていって、近づけるほど小さくなっていくというような感じです。で、これに関してもさっき言ったような XYZ のキーを使うことができまして、S を押して X を押すと、この X 軸の方向にだけ大きくなる。で、S を押した後、Y を押すと、Y 軸の方向だけに大きさが変わると。で、S を押した後に、Z を押すと Z 軸の方向だけに大きさが変わると。こういう風なことです。こんな感じですね。これで、オブジェクトの移動と大きさの変更をすることができるようになりました。もうこれだけで十分応用が効きますよね。うん。
で、そしたらこのオブジェクトのさらに細かい編集の方法なんですけれども、今、これが、今見てるこの状態がオブジェクトモードだけかなっていう感じなんですけど、タブキーですね。タブキーを押すと、編集モードというものに入ります。オブジェクトを選択した状態でタブキーを押すと、この全体がオレンジ色に塗られます。で、全体がオレンジ色に塗られた物体が、編集の対象になっているというようなことです。で、解除するときはもう一回タブキーを押すと。そうするとオブジェクトモードになり、もう一回タブキーを押すと編集モードになるというようなことです。で、ここでの編集の仕方なんですが、画面左上にこのような3つ並んだアイコンがあると思うんですけれども、この一番左、今選択されてますが、これは点で編集することができるっていう、ものです。で、この点を選択する状態にして、で、どっかの頂点をこんな感じで選択します。そうすると、頂点の部分が白くなっているのがお分かりいただけると思うんですけれども、この状態で G キーですね、移動するキーです。を押すと、こんな感じで頂点がこうやって移動するんですよ。こんな感じで。頂点が移動します。これで、この物体の形を変えることができるというようなものです。で、今この点を選択するツールでしたけど、真ん中はこれ辺ですね。今度辺を選択して、形を変えられるというツールになってます。なので、辺を選択すると、今この手前の上側の辺が、白くなったと思うんですけれども、さっきと同じようにここで G キーを押すと、辺がこうやって動きます。ここの辺が移動すると。こんな感じです。こんな感じで、一番右側が、これが面ですね。面を選択して物体の大きさを変えるというモード。で、どっかの面を選択すると、この面全体がピンク色っぽく選択されたと思うんですけれども、これで G キーを押すと、こんな感じで動かせるという。これを駆使して物体の形や大きさを変えていくというようなことです。で、タブキーを押すと、編集モードから抜けてオブジェクトモードに戻るというようなことで、これを駆使して、モデリングをしていくというようなことですね。テーブルを軽く作るところまでやったんですよ。なのでちょっと復習がてらそこまでやっていきますが、ちょっとこれ、歪んでますね。せっかくなんで、新しい、オブジェクトの出し方を紹介いたしますが、まずこのオブジェクトを削除する方法なんですけれども、X キーを押すと削除って出てきます。ここで左クリックすると消えます。で、新しいオブジェクトの出し方なんですけれども、Shift と A キーを押します。そうするとこんな感じの、タブが出てきて、で、今メッシュというところから左に行って、ここに平面、立方体、円とかこういうものがたくさんあるんですけれども、今立方体を出します。なので立方体をクリックすると、さっきと同じような立方体が出てきます。今説明したやり方を駆使すると、簡単なテーブルを作るところまではいけます。細かい寸法とかは今回気にせずにやっていきます。おそらく寸法とかはこの右側の、こういうところ、今スケール XYZ とかここら辺で、細かい寸法とか数値で入力してやることができると思うんですけれども、あの方の YouTube ではもうとにかくここの脇のこういう細かいツールは無視して、とにかくこのオブジェクトだけに集中して最初はやった方がいいということだったので、細かい数値は気にせず、今の方法を駆使して、大雑把に作っていこうかと思います。で、そしたら、S ツールでこうやって、大きさを変えることができるので、これで、X 軸、だいたいテーブルの、形にしていきます。で、テーブルもっと薄いので、奥行きというか、Z 軸も、動かせるようにして、もっとこうやって薄くして、このくらいですね。テーブルの天板でございますね。で、そしたらですね、新しいオブジェクトを出していきます。今から足を作っていくんですが、Shift と A を押す。そして立方体。こんな感じで立方体が出てきますが、これもだいたい足の形になるように大きさを変えていきます。こんな感じですかね。よいしょ。で、移動するときも、これね、視点も変えながらですね、
一番最初に説明した視点の変更の方法とかも使って、こう真上から見たり真横から見たりという視点の変更も活用しながらやるといいと思います。で、これ今ですね、こんな感じで動かすと、例えばこうやって、こうやって手動で今真横から見てるようにも見えるんですけれども、完璧に正確な真横ではないんですね。この時にこの左にあるこの XZY、 このカラフルなやつを使って視点を並行します。で、ここでですね、教えられたのは Z を押すとこれです。完全に真上から見た状態になると。で、Y を押すと真横から見た状態というか、あれですね、Y 軸から見た方向になります。で、X を押すと X 軸から見た方向という風になります。今これは手動で操作したわけではなく、完璧な視点になっているので、ここを活用しながらやると思います。で、点キーがキーボードについている方は点キーでもなんか操作できるらしいので、点キーある方は点キーでやった方がいいと思いますが、私のキーボードはないので、点キー、ここを活用してやっていきます。で、足をこれ今配置するときは真上から見たやり方の方、視点の方がいいと思うので、ちょっと足の高さとかも、ちょっと変えて、なんかだいぶ、気持ちだいぶ慣れてきた感じがしますね。これをね、もう本当に今日だけじゃなくても本当にいろいろなものを、この椅子とテーブルだけじゃなくて本当にいろんなものをモデリングしていって、それでやっと頭に染み込んでいくっていう感じなので、いろいろやった方がいいと思いますね。で、この状態で、G を押して、そうするとこんな感じに移動できます。だいたいテーブルの端っこの方に、置くと。で、複製の仕方です。この、今作った足、あと3つ複製していきますが、シフトプラス D です。シフトと D を押すと複製されます。はい、複製されました。今、複製されたものが動いてるんですが、これですね、複製した状態で、今これ複製された状態、元の図形に重なっている状態なんですが、この状態で、例えば X を押すと、この元になっている図形から X 方向だけに動かすことができます。なのでこのテーブルの足とかってこの左右の足がなんかずれてたら、位置がずれてたらかっこ悪いじゃないですか。だから同じ位置に置くために、この X 軸の方向だけ移動できるようにして、右側に配置。で、そしたら、今度はこの2本の足を複製していきます。で、複数のオブジェクトを選択する場合は、こんな感じですね。こんな感じで、こうです。で、複数のオブジェクトを選択する場合は、1個選択して、シフトを押しながらもう1個選択。これで今複数の、2つのオブジェクトが選択されたというような状態に、なりますが、この状態で、シフトと D を押すとまた複製されます。この状態で今度は Y キーですね。Y キーを押すと、今度は Y 軸の方向だけに、X 軸は動かずに Y 軸の方向だけに動くと。ここで左クリックで確定。そうすると大まかなテーブルの形はこれ完成したんですよね。こんな感じ。リポテを5つ出して大きさと位置を変えつつ、こんな感じで簡単なテーブルとかを作ってみたっていうような感じですね。本当に基礎中の基礎の操作方法を覚えて、それっぽいものを作るというところまで行ったので、今日はとりあえずここまで。とりあえず方の動画を全て見て、またこれもね、テーブル一応作りましたけど、完璧な状態ではないと思うんですよね。なので、もう本当に方の動画に出てきた同じようなテーブルと椅子を作って、で、それがマスターできたら、今度は自分が作りたいと思うような、オブジェクトを作って、そんな感じで練習していこうかなと思います。とりあえず今日はテーブルができたので、まずソフトをインストールしてなかったので、インストールするところだったので、ソフトをインストールして、このテーブルを作っただけでも、今日はいい仕事量になるんじゃないかと思うので、とりあえず、このブレンダーというソフトウェアを、フルに活用できるようにちょっと頑張っていけますので、
そんな感じで頑張って勉強していこうと思います。うわ、もうなんか家の中まで聞こえてくるような、てか聞こえてくるどころじゃない、なんかすごい地震かと思うくらい家がきしむようなくらいの風です。なんか家の前でなんか誰か騒いでるんじゃないかっていうレベルの風。これね、ちょっと曇っちゃった。電線とかね、これカメラに映ってるかわかんないですけど、すごい揺れ方してるんですよ。いや、やば。今もう1時になるとこなんですけれども、なんかすごい台風というか、台風なのかな、今日の、深夜から明け方にかけてすごい天気が荒れるみたいな風な予報になってて、なんか明日学校とかもしかしたら休みになるかもみたいな。でもなんか結局雰囲気的に休みにはならなそうなんですけれども、なんかそんな感じのこと今日言われたりして、で、なんか今日学校いる、なんか3時とか4時あたりも、なんかすごいとんでもない雨降ってきてて、風がものすごく、強くて、学校のがっちりとしたビルの中にいてもわかるくらいの結構な風吹いてて、で、また今結構ひどくなってきましたね。明け方に、深夜から明け方にかけてかなり天気が荒れるらしいです。